こんにちは。このチャンネルではフィジカル AI を現場のエンジニア視点や解説していきます。最近どこに行ってもフィジカル AI という言葉を耳にしますよね。今、ロボティクス市場全体がとてつもない熱気に包まれています。世界経済フォーラムや三菱総合研究所といった様々な機関がこの市場の巨大な成長予測を次々と打ち出しています。数兆円規模のインパクトがあると言われています。画面の中の AI ではなく、物理世界に干渉する動く AI に今全産業の期待と資金が流れ込んでいる。これが現在の立ち位置です。でも、正直に言うと、現場で毎日ロボットを触っている私からすると、この熱狂には少し冷ややかなというか、独特の違和感があるんです。何十年も地道に制御工学をやってきた身からすれば、これは突然の革命ではなく、長い積み重ねの結果に過ぎない。今日はソースに基づいた動向5割、私の個人的な見解5割で、フィジカル AI の正体についてじっくり整理していこうと思います。一言でフィジカル AI といっても、立場によって定義が異なります。NVIDIA 定義は、物理法則を理解し、デジタルツインで学習する知能。文科省の資料では、AI が物理的な身体機能を獲得し、デスクワークから現場作業まで幅広く波及するものと定義されていますが、私が一番しっくりくるのは実務的な視点です。ズバリ、現実で失敗すると物理的に壊れる可能性の AI、これです。LLM のようなデジタル AI は多少間違った答えを出してももっともらしければ許されますよね。でもフィジカル AI は違い。物理法則の下では間違えたら数千万円の設備が飛ぶ、あるいは人を傷つける。だからフィジカル AI にはもっともらしさではなく正しさが必要なんです。これはエンジニアの独り言ですが、AI と言いつつ中身がガチガチの異不分だったり、逆に学習モデルに頼りすぎて安全性がおろそかになったり、現場では定義の曖昧さに日々振り回されています。これは私の悪い癖なので放っておいてください。とにかく物理的に壊れるリスクを背負って動くことが全てのスタートラインです。ここで少し私の個人的な見解をお話しします。フィジカル AI の対象って本来は自動運転車やドローン、工場の搬送ロボットなど広範なはずなんですが、今のトレンドを見ていると明らかにヒューマノイドが主軸に置かれている印象があるんです。その理由の一つは NVIDIA が提供しているツール群にあると感じています。ヒューマノイド専用の基盤モデル、グルート。これまさに人型に特化したプロジェクトですよね。それを動かす汎用的な SoC、ジェットンソーや、シミュレーターの Isaac Sim。これらは本来汎用的なツールではありますが、昨今のアップデートや実際に使っている側から見ると、二足歩行という極めて不安定で難易度の高い制御をターゲットに機能を磨き上げているように見えます。つまり、最も難しい人型を動かせれば、他のロボティクスは全て解決できるという NVIDIA の強い意志を感じるんです。フィジカル AI という言葉がいつの間にかヒューマノイドを動かす知能とほぼ同義語のように扱われ始めている。そこに現場としての危うさと面白さを感じています。次は理想と現実の話。文科省の資料では、学習ベースのモデルは原理的に 100% の精度保証ができないと明言されています。よく AI が賢いからシミュレーションだけで完璧に学習できると思われがちですが、現実に放つと乖離で動かない。床の微妙な油、センサーの遅延、数学的にきれいな世界にはない不条理が現実には溢れています。じゃあシミュレーターは無駄なのかと言われると全く逆。現実では何年もかかる実験を数時間に短縮したり、実際にロボットが壊れるような過激な環境を試せるのはシミュレーターだけ。これなしでは開発なんて不可能です。大事なのは AI が勝手に解決してくれると過信せず、シミュレーションという強力な道具をどう現実に着地させるか。この使いこなしにこそエンジニアの腕の見せ所があるんです。最後に世界情勢についても触れておきましょう。今2極の戦いが起きています。まずアメリカはとにかく知能が強い。巨大な基盤モデルをそのまま物理的な体に叩き込むパワープレイで攻めています。一方中国の強みは圧倒的なスピード。これは恐怖すら感じます。異常な速さで試先して低コストなハードをどんどん現場に投入してくる。この2強の動きに今後も注目です。じゃあ日本はって話ですけど、日本は最強の手先を持っています。
国際ロボット連盟のデータでも産業用ロボのシェアは依然としてトップクラスです。ただ、サービスロボット、つまり不特定多数の場所で動くフィジカル AI の領域では欧米や中国に遅れをとっています。ハードの精度にこだわりすぎて、ソフトウェアによる柔軟な適用を軽視してきたツケをどう取り戻すか、この戦略の差が今後の日本の姿を決めることになるでしょう。今日の話をまとめます。フィジカル AI は単なるバズワードでも魔法の杖でもありません。失敗が許されない物理の世界で AI をいかに正しく動かすか、長年の技術に AI という新しい武器を足した泥臭い挑戦なんです。まあ実際問題として NVIDIA のジェンスン・フアン氏が描く全ての動くものが AI になるという未来はもうすぐそこまで来ています。彼らが提供する強力なプラットフォーム、アイザック・シミラ GROOT といったエコシステムは間違いなく世界の標準になっていくでしょう。このチャンネルではこれからもフィジカル AI の本音とリアルをエンジニア目線で発信していきます。面白かったらチャンネル登録お願いします。じゃあ私はデバッグに戻ります。お疲れ様でした。